うに、この肉体というものは、けたいなものやな。本に。本当にこの肉体というものがなければ、どれほど人間は幸せかわからないけども、やっぱり肉体を持って地球界をちゃんと平和にしなきゃなんないように、ね、神様の御心ができているんだから。いいも悪いもなくこの世に生きているわけです。ね、だから肉体は非常に不便です。肉体はね。非常に不便だけれども、肉体にあるが以上は肉体の生命を全うしなければならない。肉体にいて生命を全うするためにはどうしたらいいかというと、少しでも早く地球世界が本当に平和になって、肉体がこの肉体でいながらもね、すべて神々の現れと同じような状態にならなければならないんですね。そうしなければならない天命を私どもは持っているわけです。私どもがここに生まれていることは、この世界を立派な神の御心の世界にしなきゃならない。神の御心の世界にするということはどういうことかというと、この肉体がもっと便利になります。これは不便です、まだ。出来が悪いみんな。肉体というのは出来が悪いんですよ、実際。バカみたいなもんですよ。犬の方がまだいい。犬なんかはね、遠くから、私の家が奥の方にある。向こうの角から、ちょっと人が来てもね、すぐ分かって吠えます。人間だって、向こうの角がおるから自分の家入ってこられたって分かんないんだ。物盗まれてても分かんない。しまいに殺されても分かんなかったして。実にね、肉体の人間というものは鈍感です。もう実に犬なんて敏感ですよ。動物はずっと敏感です。また、それほど敏感だったら生きられないかもしれませんね。分からないところは幸せなんです。ようにできている。しかし本当に世界が平和になって地上天国ができるときは、この肉体はもっともっとじゅーっと微妙なものになります。少なくもそう言っちゃ悪いけれども、皆さんより私のものがわかるんですよね、これは。皆さんのこれはこうやって見ればわかるし、運命もこうやって見ればわかる。ということは皆さんより少しわかってる。だからそんなことはちっともないことじゃないですね。例えばイエスがですね、いざりを立たせた。私もいざり立たせたこともあります。ね。目くらを明かしたこともあります。がんが治ったこともあります。そういうのは随分あります。だからそんなことはあんまり問題じゃない、私にとっては。イエスにとってもそうですよ。イエスが、ね、いざりを立たしたり、ラザロを死から蘇らしたり、目くらに目を明かしたりします。しかしイエスは張り付けになりますね、だって。だからあんな奇跡は何でもないんですよ。問題じゃないんです。あることは当たり前なんですよ。当たり前なんです。それは奇跡があったからね、それはイエスが偉いんじゃないんですよ。イエスが偉いことは、終始変わらず愛を説いたから。愛が必要だ。神は愛だ。人間は愛で生きなきゃいけないんだ。って言って、もう鉄頭鉄尾愛の説教をして、それで自分が果てていった。それは偉いんですね。何者も恐れず愛を説いた。自分の命の危険も恐れず愛を説いた。それが偉いんです、それが。いざりを垂らしたから偉いんじゃない。目くらを直したんだから偉いんじゃない。そんなの一人の人間やったって、ね、今30億あるのにどうしようもないじゃないですかね、そんなこと。それは今これから後で話しますがね。そういうんで、イエスが奇跡をやったから偉いんじゃない。終始変わらず、きれいな魂で、きれいな気持ちで、愛一年に生きたからイエスが偉いのです。で、私も一生懸命愛一年に生きようとしてます。で、私の愛は何かというと、一人一人愛することももちろん愛します。だけどそうじゃなくて、世界をね、地球人類をこれ以上苦しませたくないと思うんですよ。自分をも含めてね、地球人類をこれ以上苦しめたくないと。このまま行ってしまったら必ず戦争が起こります。だから大きな戦争が起こらないうちに何とかして済まなきゃなんだ。それは再軍備でもなければ単に軍備をなくせばいいというんじゃなければない。中共についてそれについてそれでいいんじゃない。アメリカについて中共を反撃してそれでいいんじゃない。もっともっと深い神の御心の中に入る生き方がないんですよ。ともう一遍繰り返しますけど、神の御心の中に入るというのは何かというと、世界平和ということをね、一人一人が念願することだけが神様の御心に入ることなんです。一人一人が本当に世界平和を念願すれば、一人一人がみんな神様につながっていくことなんです。みんな神様につながって神の力が絶え間なく入っていれば、地球世界は滅びることはありません。なぜならば、神様はこの世を作り保うたのだから。この地球世界は神様が作ってくださった。人間も神様が作ってくださった。その作り主がですね、と一つになっていて、その人は滅びるわけはありません。絶対ない。それで滅びんなら、滅びても結構だ、もう。ね。
本当に神の御心である平和を念願して、平和一年で生きていて、ね、それで死ぬならそれは結構ですよ。こんな世界いりませんもん。私こんな地球世界飽き飽きです、それで。ね、平和を念願して一生終わって。ね、それでもう平和にならないなら、そんな世界結構だから、私は他の世界行きたいね。もう。愛想がつきます、急に。ね、だから、一番大事なこと、一番重要なことをやればいいんですよ。人類にとって一番重要なこと、枝葉のことじゃありません。宗教と仲良くすればいいアメリカと、そんなね、枝葉のことじゃないんです。そういう枝葉のことではなくて、一番根本の人類はいかに生きねばならぬか、人類はどうして生きなければならないか、そういう一番根本のこと。人類というのは一人一人の個人も人類ですよ。忘れちゃいけませんよ。人類なんて言っても遠くない。自分は人類じゃない。じゃあ獣類か。いやでも人類なんか一人ですよ、みんなね。一人一人が固まって人類って言うんです。人類と個人とは密接不利な関係があって、個人の運命は人類に関係を及ぼす。人類の運命は個人に影響する。これは絶対に離れられません。国もそうです。日本が滅べればみんな、滅べればみんなが苦労する。ね、みんなが怠ければ日本が滅びる。これはもう相関関係ですよね。だから個人の運命も国家の運命も人類の運命も同じなんだから、だから日本人の我々がまず一番最初に一番重要な、一番重大な世界平和ということにもう一生捧げるんですよ。捧げろったって毎日毎日助かけて毎日歩けってわけじゃないし、ね、毎日毎日人のためにね、働けってんじゃない。自分の生活はそのままでいいんだから、毎日日曜3時に寝るから起きるまでいつも世界人類が平和でありますようにという思いを抱きながら仕事をし、ね、おさえをし、勤めで働き、いろいろするわけです。根本が世界平和を念願するという根本になれば、みんながそうなれば日本の中が光り輝きます。もう光り輝かなきゃ浮かないわけです。神々は充満するんだから、神の御心は充満するんだから。そうすると宗教が攻めてこようと思っても、それが何とかしようと思っても、その権威というものに対してね、動きが取れなくなります。その光に目がくらんで、日本には何にも照らしができなくなって、日本の言うことがどんどん通っていくんです。それは思いの世界の法則なんですよ。光は闇を消す。闇は光にかないません。愛の行い、人類愛の思いというものは大光明なんだから、どんな闇の、どんな暗い思いがかかってきても、それはたちまち光によって消されていくんです。だから宗教が悪いかなんか知りませんよ。私宗教の毛沢東大好きです。偉いと思うんです。だから別にね、宗教悪いとかいいとかって別問題、もし悪いとして、それが悪いとして、悪い思いで日本をね、何とかしようと思っても、こちらが世界平和の祈りで結集していれば、その光で宗教も何も悪いことができなくなります。アメリカも悪いことはできなくなります。できなくなるばかりじゃなくて、みんな日本のね、人たちの心に打たれて、だんだんみんなそれはいいに決まってんだから、みんなが世界平和の祈りをしていきます。どんどんしていくようになるんです。それを私はもう確信してるんです。それでかつ地球が滅びるなら滅びてもらいましょうよ。私はもう一切そんなもんいらないと思う。地球に私は肉体なんか欲しくないんだし、ね、地球なんかそんな地球なんか欲しくありません。インチキをして嘘800を言っていい加減なことをしていくというのはこの世の中なんかいりませんよ。そんなもの正しく明るく堂々と柔和な心を持って生きられないような世界なら、この世界は滅びてもいい。そう思うんです。そのくらいの気持ちがなきゃダメですよ。そういう気持ちがないと滅びます。命を捨てたれば命を得ず、自分の道は正しいんだ。自分のこの正しい道を進んでて、命がないならそれは結構というぐらいな気持ちがなければね、何にもできない。今後一歩も進めません。日本人の全ての心は、この道が正しいんだという道を一つ掴んで、その道が正しいと思ったらそのまっすぐに進むんですよ。他に気を配ることはありません。それで私が感じるのは、やっぱり世界人類が平和であることを願うことが一番正しい、一番清らかな、一番愛に満ちた道だと確信してるんですよ。